帰ってきたぜ。愛しき緑の仲間と共に。お前の帰り心待ちにしてたぜ。スタンドアップヴァンガード、菜の花の重視キーラ、プライモディアルドラゴキット、先行ドロー、安心と信頼のベッキーにライド。キーラのスキル、春風を呼ぶワンドロー、ターンエンド。俺のターンドローライド、ウェッジムーブドラゴン、プライモディアルドラゴキットのスキル1枚をドロー。これで短期でバトル。ウェッジムーブパワー8000、筆頭しありだぜ。ヴァンガードにアタック。いいでしょう、ノーガード。ドライブトリガーチェックゲット。ドロートリガー1枚をドロー。ヴァンガードにプラス1万、ダメージ1点。ダメージトリガーチェック。イルミン数トリガーなし。そしてウェッジムーブ効果を発動。俺は手札のロストレジェンドをバインドゾーンに送ることによって1枚をドロー。俺のターンはこれで終了。スタンド&ドロー、ライド、ほうれん草弾薬。そしてリアガードサークルにもほうれん草弾薬をコール。あまりいい動きではなさそうだな。まだまだ何バスケットエルフをコール。さあ第一に命の種の芽吹けスペリオルコール。プラントトークン、さらにプラントトークン。何プラントトークン2体。あとは分かってるな。森の英知を今ここに。イルミンスールをコール。カウンターブラスト。グレードゼロが2枚以上いるためワンドロー。パワープラス5000。何さらにほうれん草弾薬の効果が連鎖発動。パワープラス6000。リアガードのパワーラインは十分。バトルフェイス。ヴァンガードのほうれん草弾薬パワー1万でヴァンガードアタック。仕方がない。ここはノーガード。ドライブトリガーチェック。いくぜ白菜ボンバー。ダメージトリガーチェック。イディアライズトリガーはなし。ほうれん草。プラントトークンのブースト。ほうれん草弾薬単体1万6000のため2万1000ヴァンガードアタック。ここもノーガード。ダメージトリガーチェック。ロストブレイクトリガーはなし。いくぞイルミンスールパワー2万5000ヴァンガード。ここもノーガード。ダメージトリガーチェック。クリティカルトリガー無駄だ。ターンエンド。俺のターンスタンド&ドロー。では行くぜライド。ロストブレイクドラゴン。ロストブレイクヴァンガードに登場した時の効果を発動。手札のミステリーフリアドラゴンをバインドすることによって1枚をドロー。そして新メカニックナブーをコール。これでバトルに行くぜ。ロストブレイクパワー1万でヴァンガードにアタック。カード月下美人の重視ダニエル。全ガードかいいだろう。ドライブトリガーチェックゲット。ヒールトリガーダメージを1点回復プラス1万はナブーに。ナブーヴァンガードに託し季節して効果を発動できるぜ。ドロップゾーンのイディアライズドラゴンをバインドゾーンに送ることによってこの攻撃貴様は手札からグレード1以上のカードをガーディアンサークルにコールすることはできない。2万でヴァンガード。ノーガードダメージトリガーチェック。クリティカルトリガーなパワーはヴァンガードで。そしてバトルの主導士ナブーのスキル自身をソウルに送ることによって1枚をドロー。ターンエンド。スタンドドロー。汚れなき祈りを力に変えて今咲き誇れ純白の重視ライド。白百合の重視セシリア。イマジナリーリフトオープン。コースの力をリアガードサークルで。そしていくぜヴァンガードのセシリアの効果発動。イルミンスーリオ新たな力へ転生せよ。ブレストリンカーネーション。いくぜシンクの弾丸爆散トゥメイト。さらにフルーツバスケットエルフスペリオルコール。この動きは。そしてほうれん草弾薬の効果が再び発動。パワープラス6000。そして今こそ俺に栄養を分けてくれ。ビタミンフルチャージ。プラントトークンをリリース。パワープラス1万ドロー。1万と1枚のロー。なんだその能力は。フルーツバスケットエルフの効果発動。再び芽吹けスペリオルコール。お花ちゃんさくらんぼちゃん。さらにほうれん草弾薬のパワーが伸びヴァンガードがグレード3のためパワープラス5000。バトルフェイズプラントトークンのベスト2万3000ヴァンガードへアタック。パワー2万3000。キールトリガー1枚では守れない。いいだろうここもノーガード。ツインドライブファーストチェックゲット。ヒールトリガーパワーはほうれん草弾薬に1点回復。セカンドチェックゲット。ダブルトリガークリティカル。クリティカルはヴァンガードパワーをほうれん草弾薬へ食らえ2点ダメージ。ダメージトリガーチェックゲット。クリティカルトリガー効果を全てヴァンガード。もう1枚来てくれ。ダメージトリガーチェック。ベチムムトリガーはなし。よし行くぜ爆散トゥメイトパワー3万3000ヴァンガーここは1万5000要求。ここはリンリーマーカー1万5000でガード。ド。プラントトークンのブーストほうれん草弾薬が4回パンプしている。パワー驚愕の5万2000ヴァンガード。パワー5万2000。こ
これ以上受けるのはさすがに危険すぎる。ここはマルターシ倫理ワーカー35000でガード。いいだろう、ターンエンド。スタンド&ドロー。では行くぜ。過去へと失われし未来の物語、そのページを紡ぐは我が伝説。今こそ取り戻せ、皆が忘れたあの未来を。ライド時空竜ロストレジェンドゲットイマジナリーギフトファーストフォース。そしてここはヴァンガードらにテキパキワーカーをコール効果発動。先ほどガーディアンとして切ったマルターシヒールトリガーを山札の下に戻させてもらうぜ。これでヒールトリガーは合計5回発動することが可能となった。そしていくぜロストレジェンド失われし超越の輝き、今こそ再び取り戻せ。手札のウェッジムーブドラゴンをグレード3のコストとして洗いジェネレーションロストゾーンアクティビート。あるか彼方交わることなき未来の物語、先行く先行の魔力で新たな世界に超越せよ。ジェネレーションライド時空ミステリーフレアドラゴン。そしてこの瞬間同時に2体の効果が誘発。まずはロストレジェンドの効果ジェネレーションアサストカウンターブラスト1枚をドロー。そして次にミステリーフレアの効果を発動。俺のバインドゾーンのカードの合計グレードによってその効果を変化する。俺のバインドゾーンの合計グレードは11。よってセカンドエフェクトまでアクティベート。トリプルドライブを獲得クリティカルプラス1。そして手札からコールロストブレイクドラゴン。手札のミステリーフレアドラゴンをバインドすることによって1枚をドロー。スチームメカニックナブーをコール。これでバトルに入るぜ。テキパキワーカーのブーストミステリーフレアパワー23000クリティカルにトリプルドライブでヴァンガードにアタック。ガードウォータリングエルフ、さらにほうれん草弾薬のインターセプト、これで2枚貫通。では行くぜトリプルドライブの力見るがいい。ドライブトリガーチェックゲットクリティカルトリガー効果を集めてビアガードのナブセカンドチェックナブサードチェックレベンネトリガーはなし。ではナブヴァンガードにアタックし効果を発動。俺はドロップゾーンのウェッジムーブドラゴンをバインドすることによって効果を発動するぜ。貴様はこの攻撃グレード1以上のカードをガーディアンサークルにコールすることはできない。1枚要求でヴァンガードにアタックだ。もったいないが守って弾丸バロンガード。ではバトルの終了しナブーはソウルに入ることによって1枚をドロー。次にロストブレイクパワー23000ヴァンガードにアタック。ローガードダメージトリガーチェックゲットクリティカルトリガー効果は全てヴァンガードで。俺のターンはこれで終了。そしてターンエンドしミステリーフレアはタイプしソウルからロストレジェンドスペリオルライド。そしてゲットイマジナリーギフトセカンドボスターンゲット。ターンに2枚のフォーススタンド&ドロー。メインフェーズ先にさらに俺はまだ食い足りないんだ。ガミンフルチャージセカンドパワープラス1万ワンドロー。そして悩ましいコールパンチの十シルビアグラントトークンを再びステリオルコールセシリアの効果ブレストリインカネーションシルビアよ新たな戦士へと生まれ変われ。これが天性の輝きイルミンスールカローナドラゴンはスペリオルコール。そして仕上げにベッキースキル発動パワープラス5000はプラントトークンへ。なんだこれでバトルベッキーのブーストセシリアパワー2万1000でヴァンガードへアタック。パワー2万1000ならばここは新ボンバーチグルそしてロストブレイクインターセプト2万ガードで2枚貫通。ツインドライブファーストチェックフルーツバスケットエルフセカンドチェック見るかトリガーなし。先ほどのダブルトリガーのせいで少し下振れたようだな。まだまだプラントトークンのブーストイルミンスール合計パワー2万でヴァンガードアタック。ここはスチームハイターベベンネ1万でゴー。カローラドラゴンのブーストパワープラス3000されているバクサンチメイト痛みを吸ってパワー全開単体3万3000 4万4000ヴァンガード。俺のダメージは4点受ける余裕があるぜ。ノーガードダメージトリガーチェックゲットドロートリガーヴァンガードにプラス1万そして1枚をドロー。いいだろうターンエンドスタンド&ドロー。では行くぞ過去へと失われし未来の物語、そのページを紡ぐは我が伝説。今こそ取り戻せ皆が忘れたあの未来を。ライド時空竜ロストレジェンドゲットイマジナリーギフトサードフォース。そして今ライドされたロストレジェンドの効果を発動カウンターブラスト1枚をドロー。そして手札よりテキパキワーカーをコール効果を発動。俺はドロップゾーンのミステリーフレアドラゴンを山札の下に戻すことによって追加でソウルブラスト2枚を払う。これにより
1枚をドローさせてもらうぜ。ドローコールスチームハンターリビット効果を発動。ドロップゾーンのロストレジェンドをバインドすることによって自信にパワープラス3000。これで俺のバインドゾーンの合計グレードは19。さらにスチームメカニックナブをコール。そしてカシュテリアをコール。そして育成ロストレジェンドミステリーフレアとともに最後の未来の可能性今こそ取り戻せ。ロストジェネレーションゾーンファイナルアキティベート。これまで語るはただ一つの未来の物語。今こそ示せ我が真に望むその世界を。ジェネレーションドラゴン時空流ミステリーフレアドラゴン。バインドゾーンのカードの合計グレードが19を達成しているためバインドエフェクトフルアクティベート。ドライブプラス1クリティカルプラス1全てのユニットにパワープラス1万。そしてターンの終了時ある能力を起動する。記憶力の新たな力。再走バトルだ。テキパキワーカーのブーストミステリーフレア53000クリティカルにヴァンガードにアタック。完全ガード。ドロップは見るか。トリプルドライブファーストチェックイディアライズドラゴンセカンドチェックゲットクリティカルトリガー効果は全てディアガードナブ。サードチェックウェッジムーブドラゴンヴァンガードの攻撃が届かないが問題はない。テキパキワーカーのブーストナブ。ここはスキルを使わないぜ。58000クリティカルにヴァンガードにアタック。クリティカルには防ぎたい。ウォータリングエルフダニエルフルーツバスケットエルフさらにイルミンスルのインターセプト。これでガード。いいだろう。カシテリアのブーストリビットこちらは48000ヴァンガードにアタック。ノーガード。ダメージトリガーチェック。トリガーなし。そしてターンの終了時すでに発動しているミステリーフリアのファイナルエフェクト手札のカード全てを捨てることによって俺は再び自分のターンを迎えることができる。再走ストライドジェネレーションゲットイマジナリーギフトアンコールフォース。そして俺のターンドロー。さあこのままバトルに行くぜ。貴様のダメージは3点手札は2枚。ここはヴァンガードから行くのはリスクが大きい。テキパキワーカーのブーストナブヴァンガードにアタックし効果を発動。俺はドロップゾーンのミステリーフレアをバインドゾーンに送りこの攻撃は手札のグレード1以上のガードをガーディアンサードにはコールできない。28000ヴァンガードノーガード。ダメージトリガーチェックゲット。ドロートリガーパワーをヴァンガード1枚ドロー。ではバトルの女子ナブソウルに送り1枚をドロー。テキパキワーカーのブーストロストレジェンドパワー3万1000ヴァンガード。こいつにかけるぜ。タンポポで重視ミルクカレッガード1枚貫通。めくってみせるツインドライブファーストチェックガンギルドセカンドチェックベベンデよっしゃー。ではカシテリのブーストリピットここは3万5000ヴァンガードにアタック。ノーガード。ダメージトリガーチェックシルビアトリガーはなし。決めきれなかったターンエンド。まだまだ俺は戦える。いくぞファイナルターンスタンドドロー。シーカーが無くなるひらめきが導く勝利のイメージその奇跡をライド白百合の重視セシリアイマジナリーギフトフォースをオープン。ここはもちろんヴァンガード。このタイミングでセシリアだと。いくぞ最後のブレストリインカネーションフルブロッサムカウンターブラストベッキー勝利の鍵を呼び込む。スペリオルコールセシリアミルカさらにミルカ何カロナドラゴンにパワープラス9000こちらのミルカにパワープラス3000さらにもちろん前列全員にパワープラス1万セレブレーションリリーなんだとバトルフェイスとどめだ。ミルカのベストセシリアパワーが4万1000ヴァンガードにアタック。これの手札は4枚。ここはいいだろう。貴様のその熱きイメージこの身に受けよう。動画のツインドライブファーストチェックカローラドセカンドチェックゲットドロートリガーパワーはリアガードサークルのセシリアバンドロー。いくぞ歌え我が刃エッジシンフォニア。ダメージトリガーチェック来いガギルド。4年越しの勝利掴んでやったぜ。見事だ。ご視聴どうもありがとうございました。ありがとうございました。大変お待たせいたしました。もしかしたらご存じない方の方が多いかもしれませんが今回は
我々見るがいい俺たちの熱きイメージの創立者と言っても過言ではないオープンに来ていただきました。ありがとうございます。もうちょっと前もうちょっと前もうちょっと前てコートがコート着てた。いやあ、ゼベルト外れてた。はい、お待たせしました。お待たせしたかな。お待たせしましたね。はい、知る人ぞ知るオープンでございます。多分ね YouTube から我々の動画を見た方多分一度も残念ながら多分ね心当たりがない方かもしれないんですけど、我々のねこの俺イメシリーズと陰で言われている、我々も公式として認めてる俺イメシリーズ、昔はねニコニコ動画が主流だったんですよね。ニコ動画からスタートした。そうその時の一番最初のメンバーがオープンと僕だったんですね。いやー懐かしいですね。そう諸事情によりちょっとね途中で離脱してしまったんですけど、諸事情っていうかね実家に帰っただけなんですけど、実家に帰りました。そう北陸の方にね帰ってちょっとね解散して、その後ねたまたまおもすけさんとね出会って、僕もこのねオープンさんとももさんのファンでずっと見ててちょっと縁があってありがとうございます。ありがとうございます本当に。この度は本当に僕にそんななんか言われても困るんだけどっていう関係で、オープンさんね、そうオープンさんじゃねえや、オープンはねそういう来歴がありますので、今までのねゲストさんとはちょっとひときわ違う。俺にとって特別な特別であります。俺にとっていなければもう俺目がなかったっていう、本当にはい頑張ったわ。あの頃は頑張ってた。そうね、まだ若かったね。そう4年前かな、俺イメシリーズが始まったのが5年前なんですね。そう5年前の9月に。5年前か。5年あれば小学生が5年生になりますよ。それちょっと分かりづらいな。5年あれば中学3年生が大学生になるね。ああ、それいただき言ったら俺だけど。ということで、ちょっと前中語りが長くなりましたが、じゃあまずは今回は今日のカードいきましょう。今回ゲストがね、先に僕の方から紹介させていただきます。ここは今日はこのカードでしょう。僕のデッキは今日ギアクロニクルね、皆さん大好きなギアクロニクルです。で、僕が今回紹介するのはあえてこっちにしましょうかね。時空龍騎ロストレジェンド。出た。今のヴァンガードのスタンダードって基本的に昔のカードのリメイクユニットがね収録されてると思うんですけど、ギアクロニクルは元々の設定上ねどうしてもスタンダードにはちょっと出しづらいということで、基本的に今回のギアクロニクルは全員ある1ユニットを除いて全て新規のカードになってますね。1ユニットはミステリーフリアドラゴンなんですけど、それ以外は全部新規のユニットなので、こいつも新顔ですね。そうなかなかちょっと全体的にねフォルムが丸くて可愛らしいデザインなんですけど、すごいでもそれはそれでねギアクロニクルっぽくてね、ギアクロニクルって一番最初クロノジェットドラゴンだったと思うんですけど、あれも結構丸々としたデザインで結構僕も好きだったんですけど、だからギアクロニクルのドラゴンは全体的に多分丸いデザインが板なんですね、きっと。板なんですね。なんてということで、ロストレジェンド、書いてあることはもう本当にこのデッキのために存在している効果ですね。超越できるとデッキの中から。そうで、こいつがいないと始まらない。始まらない。こいつが引けないとあとはもう頑張るしかないみたいな。その後はもう気合と愛でどうにかするしかないみたいなカードなんですけど、このデッキにもなくてはいけない最強のカードなので、ぜひ皆さんこれでオリジンレアもあるんですけど、これちょっと見えるかな、トリプルレアのね光り方がすごいかっこいいんですよね。今多分画像で多分うまく出せてると思うんですけど、そうすごいトリプルレアの光り方がかっこよくて、本当はオリジンレアを買おうと思ったんですけど、トリプルレアがねかっこよかったんで僕はトリプルレアを使ってます。はい、ということでじゃあ今日の僕の1枚はロストレジェンドでした。じゃあオープン紹介お願いします。はい、私の今日のカードはなんといってもですね、たくさんカードがデッキに入ってますけど、はい出たスタンダードで新たに獲得したネオネクタールの個性プラントトークンで。でもこいつさ、クランネオネクタールじゃないんだよね。クランなし。クランなし。まあいいやっていうヤジを飛ばしましたが、ね、プラントトークンね、ネオネクタールね、昔から基本的にスペコが得意で、ロイヤルパラディンと被ってるなんちゃらいろいろと言われてましたけど、ついにその同盟縛りは捨て去って、こんな可愛いプラントトークンを序盤から低コストで呼び出すことができるという。低コストっていうかノーコストっていうか、はい、ノーコストで実質ノーコストで、まさかヴァンガードにトークンがね、爆散透明灯とかでねコストにして1枚ドローに変換したりもできるしっていう、すごい細かい小回りがね効くすごいいいユニットですね。はい、では今日の私のカードはプラントトークンでした。はい、ありがとうございます。で今回はねゲスト会なので残念ながら質問コーナーはないんですが、残念。そう誠に残念ですが、ちょっとね溜まってきちゃったんでそろそろ答えたいんですが
答えたいんですが、いや、今回はちょっとまた質問募集中ということで、はい、どしどし送ってください。送ってください。オープンにもね、はいよければ聞いてくれれば、パンツの色とか、まあそういうとか、そパンツの好きね。うもう大好きこのネタで押していくしかない。そろそろうざかられてる可能性もあるけどはい、すいません。はい、ということでじゃあ今回はね、まあ久しぶりに多分一番最後に一緒に撮ったのが4年前かな。2014年の多分6月ぐらいかな、そのそうですね前の見るがいい俺たちの熱きイメージをのシリーズそうの一番最後のね動画が4年前だったと思うんですけど、それ以来の本当にね、それまで一切出てなかったんでね、いろんな数々ね、今まで多分僕たちの動画ってゲストさん来たんですけど、あえて呼んでなかったんでね、そうこのタイミングで来ていただいて本当にありがとうございます。ありがとうございます。これで帰る感じだけど、次回はもちろん僕の相棒おもすけさんと僕の元相棒オープンの熱い激戦が待ってるぜ、楽しみに。みんな見ないと死ぬぞ。物騒だな、死にはしないでしょはい、ということで今回は帰ってきたギアドラニクル、ちょっと使い方が難しいけどやっぱりトリプルドライブは最高だぜ、ボンボンと。またネオネクタールでヴァンガードできて嬉しいオープンでした。イメージできてるよな。そうだ、これが俺たちのヴァンガードファイトだ。傷ついたことは言うな、痛そうな顔もすな、どうしようもなくなってしまうぜ。地空の闇に落ちて夢にも開けないで、退屈を飼いならせるのかい。勇気はオートマチック、迷うもんじゃない。君が向こう側へだ、思考を戻らない道を行けばいい。未来が待っている、叩け君のゲート。しか絶望などもしない、もう逃げない。どんな明日でもいい、一人なんかじゃないから。いつか未来できっと